水館は高孫さんと劉備ですか？ええ。連合の初戦、我々で引き受けた方が良かったかしら？いえ、止水館の将は夏油一人です。それほど強い相手ではありませんし、そこで無駄な力を使うこともないでしょう。戦力は古老館まで温存させておくべきかと。天下の飛将軍呂布と神速の傭兵を使う長領。黄金の時は家臣に振り回されて苦労していたようだけれど、本来ならばどちらも一筋縄ではいかない強敵ね。それは覚醒情報なのか？さっき戻ってきた石膏の情報だから、今のところの最新情報よ。ならその情報、後で高孫さんと劉備のところにも送ってやりなさい。よろしいので？高孫さんは小物だけれど、レイハと違って借りを借りと理解できる輩よ。劉備というのはよくわからないけれど、高孫さんが信用する人物のようだし、戦いぶりは止水館でわかるでしょう。承知いたしました。軍議中失礼します。カリン様、報告が。何？またレイハが無理難題でも言い出したの？いえ、そうではなくて、円術殿が先行して勝手に軍を動かしたそうです。先方は誰だ？先方は孫の旗。おそらく孫作殿かと。孫作の考えではないのでしょうね。功を焦ったか、袁紹に張り合ったか、ともかく袁術の独走と見るべきでしょう。カリン様、今こそ果実の借りを。今はまだ返すべき時ではないわ。それを孫作も望んではいないでしょう。自制なさい。しかし孫作を助けるには軍を動かすことになる。そうなれば我々はレイハから布教を買うし、助けられた孫作も袁術の布教を買うことになる。それこそ借りを返すどころか貸しの上積みよ。今は自制なさい。彼女の力が本物なら、いずれ10倍、いや100倍にして返せる時が来るでしょう。承知いたしました。ケイファ、この戦の結果も一緒に高孫さんに送ってやりなさい。共有して損のない情報は遠慮なくね。曹操から情報が流れてきた？連中、どうかのところにも行くって言ってたから、どうなのかなと思ってさ。ちょっと来てみたんだけど。ちょうど私たちもその話をしてたんだけど、どう思う？みんな。罠ではないのですか？この同盟軍、どうにもうさんくさいことが多すぎる。やれやれ、愛者は疑心暗鬼が過ぎるのではないか？シュリちゃんはどう思う？罠ではないでしょうね。曹操さんは野心の塊ですし、敵には容赦しないでしょうが、味方の足を引っ張って自らの評判を落とすような人でもありません。それに孫作さんが止水館の攻略に失敗した情報はこちらでも確認しています。夏油ってそんなに強いのか？どうも袁術さんの側も一枚板ではないようで、孫作さんの隊に
炎術さんからの糧食の補充がなかったそうです。はあ？お腹が空いたら戦えないのだ。ともかくそのあたりの細かい情報もこちらと一致しています。なら古老館の情報も正しいと？おそらくこちらに菓子を作っておきたいのと、こちらが本命だと思いますが、我々の実力を測りたいのだと。まあ、トウカたちは新参だしな。どの程度の実力があるのかは、みんな気になると思うぜ。そっか。じゃあ、この情報は正しいと思って良さそうだね。はい。当面の作戦は、曹操さんの情報が正しいことを前提に立てますね。ただ、偵察も送っておきます。違いが出たら、その都度修正しますので、それでよろしいですか？うん、それでいこう。始まりましたね。でも本当に見ているだけでいいのでしょうか？まあ今んところはこっちが有利みたいやし、大丈夫やろな。あれ？砦から兵士が出てきたの。定石で言えばそうですし、この場では定石通りで負けはないと思うのですが、先ほどこちらが何か言っていたようですし、挑発に乗ってしまったのではないでしょうか。守備隊の将ってどんだけアホやねん。綺麗な黒髪なの。劉備のところの将軍で関羽というそうだ。周蘭様、どうしてこんなところに？あまりに暇なのでな、伝令役を買って出た。止水艦が破られたら直ちに進撃を開始。劉備たちが様子見で引いた隙をついて一気に突破する。敵に追撃をかけるぞ。敵の罠やったら？あ、今負けたのが止水艦の総大将だ。ここで自ら追撃し、このまま逃げ出すような輩に、そんな器用な作戦が立てられるはずもあるまい。よし、こちらも移動を開始するぞ。先頭はアネジャが務めるから、お前たちもうまく流れに乗るがいい。はっ、総員移動開始だ。あの門が閉まるまでに無理やりねじ込むぞ。カリンさん、何をやってるんですの？劉備たちは戦闘直後で一旦矛を引いた形だったわ。そこで反撃を受けると厳しいだろうと判断したから追撃を引き受けようと思ったのだけれど、現場判断で連絡が行き届かなかったことは謝るわ。うまいこと言って。どうせ止水艦を一番で抜けたかっただけなのでしょ。結果的にそうなったことは否定しないわ。けれどカ
カユーたちの追撃が主な目的だったのも確かよ。まあ2人ともそんなに熱くならないで。結果的に私たちも助かったわけだし。劉備もこう言っているのだし、それでいいんじゃないかしら。どうしてもというなら、次の古老館攻略は私たちが指揮を取っても構わないけど。ただ追撃は誰かに引き受けてもらうと助かるわね。追撃は私が引き受けてあげますわ。古老館の一番乗りは譲ってもらいますからね。分かったわ。ならそれでいいわね。予定通り古老館攻略の指揮権は引き受けてきたわよ。これでいいのね、ケイファ。はい、ここで呂布と長領を破ればカリン様の名は一気に高まるでしょう。それはカユーごときの比ではありません。呂布の武勇は天下無双。飛将軍の名は伊達ではないな。それに長領の傭兵は神出鬼没と聞く。おそらく董卓の軍で最強の武将は奴ら2人だろう。欲しいわね、その強さ。また悪い癖が。カリン様、今回ばかりはお控えください。長領はともかく呂布の強さは人知を超えております。傭兵はともかく個人の部では桁が外れていると聞いている。中央に現れた黄金塔の半分、約3万は呂布一人に倒されているそうだ。いや、文字通りの一人だ。情報元は蓮舫よ。中央で有力な武将の名を聞いた時、一番に出てきた名前が呂布だったもの。その次が長領だったわね。もしどうしても呂布をご所望とあらば、そうですね、姉者と私、あとキーとルルあたりはいなくなるものと思っていただきたい。随分と弱気ね。周蘭ともどもそれほどの相手と認識しております。呂布相手ならば先ほどの関羽でさえ一人では数号と持たないでしょうね。分かったわ。呂布は諦めましょう。でも長領だけならどうなのかしら。長領の強みは個人の部よりも傭兵にあります。兵を奪い取った上で捕らえろという命であれば、兵はケイファが、長領は姉者が何とかしてくれるでしょう。お任せください。私か？また無茶を。あら、してくれないの春蘭。ケイファはしてくれるようだけれど。長領ごとき物の数ではありません。10人でも20人でもお望みの数だけ捕らえてまいりましょう。本郷、なんだその目は。何か言いたいことでもあるのか？けどなんだ、言いたいことがあるならはっきり言えばよいだろう。当たり前だ。すでにこの身も心もカリン様に捧げているのだぞ。
これ以上何をもってカリン様への忠誠を示せというのか。なら長領はケイファと春蘭に任せるわ。見事捕らえてみせなさい。お任せを。貴様に心配されるまでもない。カリン様の信頼をいただいたこの私に敵などおらん。そう、今の私は無敵。楽しみにしてるわよ、春蘭。ではケイファ、全体の動きの指示を。はっ。おお、来た来た。来た来た。来た。つうか、どんだけ来るねん。来すぎやろ。なんと。かゆ言うてた数と全然違うやんか。そんなはずはないんだが。これでは作戦も立て直しなのです。まったく君主のネネのことも少しは考えてほしいのです。呂布殿、キラ者がいじめるのです。仲良く。分かっている。兵の確認をしてくる。悪いやつやないねんけどな。ネネもちょっと言い過ぎやで。ネネは悪くないのです。まあええわ。レン、なんとかなりそうか。なんとかする。せやね。なんとかせんとゆえもかくっちも守れんか。それにあんたの王国もな。陣形の展開もなかなかやな。この手の定石は籠城やし、向こうもそのつもりやろうけど、あんまり時間をかけるわけにもいかんしな。なんや、敵の状況ならちゃんと見えとるで。そんなの聞いてないのです。宣言撤回や、あのイノシシ。出る。呂布殿、しゃあないやろ。せめてカユを引きずり戻さんとゆえに合わせる顔がないわ。陳旧は関の防備しっかり頼むで。分かったのです。出てきたわね。止水館の時といい、連中は籠城戦を知らないのかしら。旗印はか。先日の失態を取り戻そうと思ってカユが独走したのではないかと。春蘭でもしないわよ、そういうことは。カリン様、どうして私を引き合いに。カユの独走に引きずり出されたといったところでしょうね。まあいいわ。カズトは他の部隊にも通達の指示。本作戦は敵が関を出てきた場合の対応で行う。わかった。へい。
さてルル、おそばに。確かこれが初陣になるのよね。この間は遠巻きに見ているだけだったけれど、実際に相手を目の前にしてどうかしら。正直ちょっと怖いです。熊や虎を退治したことはありますけど。そちらの方がすごくない？大丈夫だよ、僕も一緒に戦うから頑張ろうね。さてルルが大丈夫なら行動を開始するわよ。聞け、層の旗に集いし勇者たちよ。この一戦こそ今まで築いた我ら全ての風評が真実であることを証明する戦い。黄金を打ったその実力が本物であることを天下に知らしめてやりなさい。総員突撃、敵軍全てを飲み干してしまえ。